こんにちは。ステーブルディフュージョンを使ったドリームブースのやり方を紹介します。ドリームブースは新しい概念をモデルに追加する手法です。人などの分類を指定することで人に属する画像を生成できます。人だったら自転車に乗ったりマクドナルドに行ったりする画像をステーブルディフュージョンで生成できますよね。おそらくモデル内部で新しい概念を人と紐付ける感じだと思います。前回説明したテクスチュアルインバージョンは新しい単語でもともとモデルが持っている力を引き出してる感じです。なのでモデル自体を学習するドリームブースの方が強力です。あと、学習後のファイルサイズについてテクスチュアルインバージョンは数キロバイトでドリームブースはモデルなので数ギガバイトになります。どちらもいいところと悪いところがあるので使い分けていきましょう。やり方の前にドリームブースが難しかった経緯を説明します。やり方は動画4分20秒1にあるので、適時スキップしてください。ドリームブースが難しい理由は3つにするとこんな感じです。ドリームブースのコラボは種類が多すぎ、ディフユーザーズ版は品質が良くない、パラメータなどの選択肢が多すぎ。上から順番に見ていきましょう。コラボの種類が多くて選ぶのが難しいです。一部を載せています。まず、ステーブルディフュージョンのプログラムがディフユーザーズとオリジナルの2種類あります。現在オリジナルのドリームブースは VRAM が足りないので無料版コラボで動きません。なのでディフユーザーズのコラボを使っていきます。リーサさんのコラボは日本語で説明してありモデルを WIFE1.3 やトリンアートに選択できてチェックポイント出力もあるのでおすすめです。コンセプツ。ライブラリーは前回テクスチュアルインバージョンで学習させた手順とほぼ同じでわかりやすいです。リーサさんの解説記事と N パカさんの解説記事を貼っておきます。この動画で使用するコラボは芝虫ラオバンにパッチを当てたものです。なんでパッチを当てるかというとですね、ディフユーザーズの方は品質が良くないのではという噂があり、詳細に検証されているみゆきさんの記事を貼っておきます。結論は良くないです。原因究明されてパッチを作られた小屋さんの記事を貼っておきます。ドリームブースのパラメータ説明もあっておすすめです。原因はオリジナル版の方ではテキスト、エンコーダーも学習していたとのことです。ディープラーニング調べながら動画作っているので、ざっくり説明します。ディフユーザーズ版のドリームブースは赤枠の U ネットだけ学習しています。この U ネットではノイズ除去をしています。ここでパッチを当てることでテキスト、エンコーダーも学習させます。テキスト、エンコーダーでは文章をベクトルに変換しています。なお、パッチはコンセプツ、ライブラリー以外なら当てられるようです。パッチを当てたことで学習しすぎになったためパラメータを変える必要があります。学習させすぎると背景が描かれなくなったり学習が足りないと紙の色が変わったりパラメータ調整は大変難しいです。上手にできている人のパラメータを真似しましょう。変更するパラメータを簡単に説明します。学習率、ラーニング、レートは高いと少ない回数で学習が終わり低いと多くの回数が必要になります。高すぎても低すぎても最適じゃなくなるとのことでうまくできた人の学習率を少し変更する程度です。最大ステップス、マックス、トレーン、ステップスは学習する回数です。ステップは1回の学習する単位のようです。画像何枚など細かいことはわかりません。学習率が高いなら最大ステップ数を減らし学習率が低いなら最大ステップ数を増やすように調整しましょう。クラスの画像数、ナム、クラス、イメージ数はクラスの画像を自動生成する枚数です。冒頭で説明した追加したい概念を分類する画像がクラスの画像です。自動生成できない非現実な概念は自分で画像を用意しておいた方が良いらしいです。次に学習データの画像をどうするかが問題です。ドリームブースに挑戦している人たちのパラメータを見比べると枚数によってパラメータが変わっています。ディフユーザーズとオリジナルは仕組みが違うので一概にできませんが、コンセプツ、ライブラリー版の画像4枚なら学習率 5E-6、5×10 の -6 乗、ジョーペナ版の画像20枚なら学習率 1E-6、1×10 の -6 乗、コンセプツ、ライブラリー版の画像4枚なら450ステップ、ジョーペナ版の画像20枚なら2000ステップ。そんな感じで枚数によってパラメータが変わります。難しいので4枚固定にします。あとは画像の構図ですが人間のキャラクターなら顔アップや上半身でも大丈夫です。512×512 の解像度の制限があって頭身の高いキャラクターで全身は厳しいです。話が長くなりましたがパラメータ調整は奥が深いのでうまくいっている人のパラメータを真似しましょう。自分への戒めですが時間を取られてしまいます。はい、ドリームブースやっていきます。パッチを当てたコラボのリンクを貼っておきますね。基本的には上から再生ボタンの実行で大丈夫です。念のためハギングフェイスのアカウントを作成した時の動画とアクセストークンを発行した時の動画のリンクを貼っておきます。学習する時間は全部で40分くらいかかります。ここ重要です。クラス、ネームに追加したい概念の分類を一つの単語で表します。リーサさんのコラボを参考に WIFE1.3 などモデル選択できるようになっています。WIFE を選択してアニメキャラを学習させたい場合クラス、ネームはワンボーイ、ワンガールが品質が良くなったのでおすすめです。現実の人間であればステーブル、
リフュージョンの方が適していると思います。あとは特に変更しないで実行します。次に学習データをアップロードします。学習データは画像のように幅か高さの短い方が 512 にリサイズされ中央で切り取られ JPEG で保存されます。なのであらかじめ 512×512 にリサイズして JPEG にしておくと良いです。今回使用する学習データはズンナモンです。なんと、東北ズンコさんの公式では AI によるイラストを歓迎しています。つくよみちゃんも AI イラストを歓迎しています。基本は二次創作を認めていれば大丈夫だとは思いますが AI イラストに否定的ならやめた方がいいと思います。アップロードした画像はコンテンツ、データ、SKS ディレクトリに置かれます。直接右クリックからアップロードしても大丈夫です。パッチを当てます。新しくファイルが追加されました。次のセルが一番重要です。ラーニング、レートが学習率です。マックス、トレーン、ステップスが最大ステップ数です。ラム、クラス、イメージ図でクラスの画像を何枚生成するか決めます。変更している箇所はそれくらいです。もっと良さそうなパラメータがあれば更新すると思います。800ステップで36分かかります。はい、終わりました。言い忘れていましたが自分でクラスの画像を用意する場合コンテンツ、データ、ワンボーイに画像を必要枚数アップロードします。では学習したモデルをチェックポイントに変換していきます。FP16 にチェックを入れたままで問題ないです。というのはオートマチック1111番 WebUI ではデフォルトで FP16 で読み込んでいるのでそれに合わせているからです。2GB のチェックポイントが作られたことを確認しています。次に Google ドライブに保存します。保存したいアカウントを選びます。許可をクリックしたらその後自動で保存されます。保存に50秒かかりました。では、学習したモデルで画像生成していきます。オートマチック1111番 WebUI を改造したコラボを使用して学習したモデルを読み込みます。コラボのリンクを貼っておきます。Google ドライブにチェックを入れるとチェックポイントをコピーするようになります。あとは上から全部実行で問題ないですが WebUI 自体にバグが入ると動かない時があります。数時間以内に修正される傾向なので少し時間を置いてみましょう。設定したユーザーネームとパスワードを入力します。パスワードが簡単なので色々出ますが気にしません。念のためモデル、チェックポイントかどうか確認します。どんどん生成していきます。SKS、ワンボーイだとほぼ同じです。SKS、ワンボーイ、ライディング。バイシクルで自転車に乗ってくれます。背景が出ないので化学集に寄せていると思います。でも、キャラクターが似ているから化学集でもいいのかもしれないです。SKS、ワンボーイ、イーティング。ランチ、イン、マクドナルドです。ちなみに画像3枚以上作ると WebUI が止まります。停止ボタンと再生ボタンで再起動しています。画像2枚だとギリギリ止まらないようです。耳が取れてしまいます。クラスの画像を用意した方が良かったのか難しいです。一切画像を間引いていないのでかなりいいと思います。いいね。自転車。東京。ちょっと失敗。イン、ファンタジー、ランドスケープにしました。プロンプトが長いとうまくいきませんね。ネガティブ、プロンプトにフォグ、ブラーを追加しました。うまくいっているようです。ドライビング。カーにしていますが車でないですね。ネガティブ、プロンプトにリアリスティックを追加してプロンプトにオーシャンを追加しています。うまくいっているようです。フライングにしました。宇宙。SKS、ワンボーイ、1.2、でズンダモンを強めてみました。1.1 でバランスが取れたようです。長いプロンプトでは SKS を強めたり弱めたりするといい感じです。ドラゴンに乗ろうとしてます。次は犬に乗ろうとしています。ライディングのプロンプトで自転車が出てきてしまいます。ドップ、で犬を強めています。ライディングじゃなくてゲッティング、オンにプロンプトを変えています。恐竜に乗ります。次はロボットに乗ります。ロボットを強めています。本人がロボットになっていますね。1.2、1.3 まで強めています。いい感じですね。最後に画像を ZIP で保存します。コラボに戻ります。注意点ですが WebUI を停止ボタンで停止してからその下にあるセルで ZIP に保存します。WebUI が動いているのに気づかず数分待っていました。WebUI を停止させるとすぐ圧縮が始まりました。新しいファイルが増えていますね。一番下のセルで Google ドライブに保存されます。
終了するときはランタイムのセッションの管理から終了ボタンを押してセッションがないことを確認しましょう。以上です。よかったら、いいねボタンとチャンネル登録お願いします。ドリームブース難しかったので次回は簡単な内容で短くします。またね。